日本のためにっていうか、日本でこの技術がなくなることがやっぱり一番怖いんで。ここは神奈川県横浜市。思い出の椅子を蘇らせる東加工所。僕に頼んで正解だったなって思ってもらえるような椅子を作ってます。今3年目の井上誠也です。今回は親子でつなぐ3代目椅子張り職人の物語。僕がもう生まれた瞬間、僕は椅子屋の子供だったんで、おじいちゃんも椅子屋、お父さんも椅子屋、お父さんの弟も椅子屋みたいな環境で育ってきて。日本に椅子が入ってきたのは江戸時代末期。鎖国が終わり、海外から持ち込まれたものの中に椅子やテーブルがあり、海外の技法を踏まえながら日本独自の手法も編み出されてきた。おじいちゃんおばあちゃんが使ってる椅子、夫婦で使ってる椅子で、多分お子さんとかも長年使ってきて、これが4脚あるんで張り替えようかなみたいな感じのパターンですね。人々の人生を支えてきた椅子は、傷一つ、汚れ一つさえもその方にとっての物語である。劣化してしまった椅子も座面を張り替えれば蘇ることができ、これから先の人生も思い出とともに過ごすことができる。小さい頃からそういう職人さんたちとも遊んでもらったり仲良くしてもらったりする中で、かっこいいなっていう憧れと、もう小学生の頃から僕が工具とか握ってお手伝いとか、遊びに行きながらさせてもらったりしてたっていうのがまず一個ルーツとしてあって。最初に椅子を張り替えたのは、2022年の4月、もう入社して1月目、15分で張れるものを5時間半ぐらいかけて張りました。ここに層があるんで、その中にボンド、いわゆる糊を入れてあげてガッと固める。自分が頑張ってお客さんを笑顔にすればするほど、自分の町に、税金とか落ちるじゃないですか。そうやって自分の町に還元できていけるみたいなところが、もうこの仕事やったら僕は幸せになれるなと思って、おじいちゃんとお父さんと同じようにこの技術をつないでいけるし、それで人を幸せにできる未来が描ければ、僕の人生としてはすごく幸福なことなんじゃないかなと思って、この仕事を、楽しくやってます。同じ厚みにしたいんで、これを切り開いて一番元気なところの厚みを見て、30ミリか。一旦しっかりめに描こう。ちょっとウレタンを取ってきます。これが今30ミリ3センチで、これは2センチ1センチのウレタンを使って、同じ厚みにしてあげられればいいなと思ってやります。でちょっと1ミリぐらい大きめに切ってます。そしたらこの座った時に木が当たったりしないんで。最初に糊吹いた時って結構バランスが難しかったりして濃淡ができちゃって、で濃いところだと池みたいになっちゃって、でよく先輩の職人とかに
あ、せやくんこれ池できてるねって言われたら、あ、すいませんみたいな、気をつけますみたいな、そういう頃もやっぱありますね。ありましたね。これで座面が出来上がりです。あとは生地を立って貼るだけ。いろんな色がこう織られてるこの生地ですね。向きの毛流れを今触って確かめてます。結構やめちゃってる親方衆いっぱいいるんで、だから自分の代で終わりみたいな人も結構いるんで、そうであっちゃ困るんでね。それはもうある意味日本のためにっていうか、日本でこの技術がなくなることがやっぱり一番怖い。2代目である社長は10人の弟子を育てることを目標とし、日々指導を続けている。例えばこの機械あるんですけど、この機械って自動で全部裁断してくれる機械なんですけど、それはなんでこれができたかっていうと、手で切るよりも早いからできたっていうだけで、全部がこれに任せられるわけじゃないっていうか、基本があるから応用があるみたいなことがあるんで、その基本のところを全部すっ飛ばすと何も生まれてこないっていうか、いうのが一番大事にしているところかな。多分どの業界もみんな一緒なはず。途中でショートカットできちゃう、こういうのを使うとショートカットできちゃうんだけど、でもショートカットしたらいけないところってたくさんあると思うんで。このファブリーカのタグをつけるっていうのはある意味プライドというか、まあ、責任を持ってやりましたよっていう証拠なんで、これが出す時は僕は良くない椅子は、絶対出せないなっていう気持ちでつけます。これで出来上がりです。学歴とか特に関係なく椅子の仕事ができるので、すごく興味があるよとか、ちょっとやってみたいかなとか、まあ、動機は何でもいいんですけど、人を笑顔にできる仕事だとは思っているので、そういう方は声をかけていただければ嬉しいです。